く安心しちゃうでしょ。え？狭い空間の中で履体が地面を踏む規則的な音を聞いていると眠くなってくるでしょ。これが猫の安心感ってやつよ。そんな言葉初めて聞いたな。眠たかったら私の膝を貸してあげてもいいわよ。私はもうお姉さんなんだから。いいのか？ナビゲーターは自分を猫さんだと思ってフルルの膝枕でゴロゴロ泣いていればいいのよ。すぐ眠りに落ちるわ。いい年して自分のことをフルルだなんて、彼の前では子供でいたいわけ？スペス、この世界で幼さと成熟という矛盾した属性を兼ね備えている人間は私しかいないのよ。他の誰にも真似できないわけ。わかる？そんな人間がどこにいるのよ。私の目の前には若作りの年寄りしかいないけど。嫉妬してるんでしょ。私にはわかるわよ。そうよ。私はこの世の全てを嫉妬してる。高等現在の嫉妬でさえ私の前では道を譲るでしょうね。さあさあ、喧嘩はしないでナビゲーターを休ませてあげてよ。横になって。横になれってどこに？そりゃ大人のお姉さんの胸の中に決まってるじゃない。20年間離れ離れになっていたナビゲーターに大人になった姿を見せたいだけよ。当然の発想だと思うけど。それはそうかもしれないけど、なんかよからぬ企みを感じるんだが。企みだなんて。私だってもう女の子って年じゃないのよ。大人なの。昔みたいに回りくどいことはやってられないわよ。知ってるわ。年齢から来る焦りってやつでしょ。ママが言ってた。あなたのお母さんはいろいろなことを教えてくれたみたいだけど、マナーだけは知らなかったみたいね。私の時間は貴重なの。そんな無駄なことしてる暇はないのよ。じゃあなんなら無駄じゃないわけ？世界を救うこと。世界を救って、それから？像を立てるわ。みんなが私のことを忘れないように。どうして覚えていてほしいの？理由なんてどうでもいいでしょ。私はね、永遠にみんなの記憶の中にいたいのよ。そこに理由なんてないわ。どうしたんだ？どうしたって何が？今笑っただろ？笑ったって私が？うん。キモい笑い方だったわよ。バカみたいな笑い方だったわね。チャリサーお姉ちゃんは変態さんね。
懐かしくなっちゃったのかもね。ずっと昔の私たちもこんな感じだったから。ナビゲーター、彼女は私にそっくりよ。でしょ？違うわ。私があなたに似てるのでも、あなたが私に似てるのでもない。あなたは後悔してるのよ。自分が全てを止められなかったことを後悔するのと同じように、自分を貫くことができなかったことを悔やんでるの。その通りだわ。あの日以来、私はずっと後悔し続けてきた。一回の人生じゃ足りないぐらいの後悔を経験した。だからこそあんたには感謝しないとね、スペス。あんたはナビゲーターを連れてきてくれた。私に2度目のチャンスをくれたの。それだけでも私はあんたのことを忘れたりはしないわ。勝手にすれば。私にとっては朝起きてトイレに行くのと同じぐらい些細なことだから。淑女と一部の紳士の皆様、私たちの旅の目的地が近づいてまいりました。文明没落の地です。文明没落の地？誰も地名をつけていなかったから、私の好みでそう呼んでるだけよ。世界中がこうなのか。わからないわ。わからないってどういう意味なんだ？新聞もないしインターネットもないから、外界と連絡を取る手段がないのよ。私も見たことないわね。ニューチェストンにたどり着くまで人類が生活している街すら見たことなかったわよ。ナビゲーター、通感覚は使える？使えるけど、何するんだ？あいつが近くにいないか確認したいの。ニューチェストン号の車載レーダーでも近くのニムビウスエネルギーは識別できるけど、精度に限界があるから。ああ、わかった。あいつが誰のことを言ってるのか聞かなくてもわかるの？こいつは。
来る。どうなってるんだ。あの時俺が確かに。素材の使い回しは節約になるものね。あ、ひどい雰囲気だったから冗談を言ってみただけ。あれがナビゲーターに討伐されたのと同じ個体とは限らないでしょ。それもそうかな。もちろんそれもただの推測だけどね。殺された純在級現在が何らかの理由で復活したという可能性も否定できないわけだし。真相は後回しだ。どっちみち今考えても仕方ないし、とにかくあいつを避けないと。どこにいるの？俺から見て左、3キロほど先だ。結構近いわね。ついてないわ。最悪の地形で最悪の相手と出くわすなんて。しっかり捕まってて。加速するわ。奴らの視覚じゃ私たちを見つけられないけど、もし他にも手があるなら一波乱あるわよ。